皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit の VIP5 のおすすめ設定ということでご紹介したいと思います。もうすでにね、入手されて使い始めている方も多いと思いますけども、なかなか使いこなすっていうのは難しいんですけども、今まで Amazfit シリーズたくさん使ってきた中で、ここだけはカスタマイズしておいた方が使い勝手上がるっていうことをね、ご紹介していきたいと思っています。まずこのウォッチ本体を使っての設定、そして後半には ZEP アプリの中の設定をご紹介していきたいと思います。これをやりますとね、本当に使い勝手アップしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ではまず最初にご紹介する前に、これは最初やっといた方がいいという設定になりますけども、ホーム画面の上から下にスワイプしますと、コントロールパネルというものが出てきまして、青く光っている部分がありますが、ここをオンにしておいていただければと思います。ウォッチの画面は点灯したままになって、バッテリー駆動時間短くなると出ていますが、この中の20分にしておきますと、設定がかなりしやすくなりますね。すぐに画面が消えてしまうと、操作ね、いちいちめんどくさくなりますので、あらかじめやっておいていただければと思います。では、この上でですね、スタートしていきたいと思いますが、このサイドボタンですね、1回押していただきます。この中の設定っていうのがありますのでタップします。この個人設定っていうのがありまして、いくつかの項目が出てきます。まずやっていただきたいのはここですね。側面のボタンを長押しっていうのがありますので、こちらをタップします。そうしますと、このサイドボタンがありますが、このサイドボタンを長押しした時に、どんな機能を割り当てるかということになります。今私はですね、ワークアウトを起動するようにしてありまして、見ていただきますと、こんな風にワークアウトの項目をすぐに表示するようにしてあります。ということで、この項目を自分の好きなものをここに割り当てることができますので、よく使うものをここから選んでいただければと思います。例えば、じゃあ懐中電灯をすぐに起動したいよってことであれば、選んでいただいて、ホーム画面で長押し。このように画面が全部白く点灯するという形の懐中電灯になりますけど、これね、暗闇でもすぐ照らすことができるようになります。これはなかなかね、やっぱり使い勝手いいなと思います。で、一回押します。戻ります。次にご紹介しますのは、ワークアウトの並び替え、もしくは追加と削除をご紹介したいと思います。ワークアウトの画面を出していただきますと、こんな風にリスト表示されていますが、これはよく使うものをもうすでに私はカスタマイズして並び替えを済ませてあります。屋内サイクリング、ウォーキング、そして自由トレーニングというふうに今並んでいますが、屋外のランニングをされたい場合、改めて屋外ランニングをここに表示してみたいと思います。その場合、このギアのマークをタップしていただきます。そして、このプラスのマークで追加になりまして、一番上に今ちょうどね、ランニングと出ています。そして、屋外ランニングが出ていますので、ここをタップします。そうしますとね、屋外ランニングを3つの中に持ってくることができまして、さらに順番どこにしますかっていうふうにね、順番を入れ替えることができるようになっていますね。では一番上に持ってきまして、このレ点を押しまして決定となります。ランニング、屋内サイクリングっていう風に順番が変わりました。これで良ければ一応サイドボタンで決定していただきますと、このように固定されるということになりますね。はい。こんな風にしてね、簡単に屋外ランニングにアクセスすることができるようになります。では、普段使わないスポーツもたくさんリストで出ているんじゃないかなと思います。どうやって消すかっていうことですね。同じように先ほどのこのギアのマークをタップしていただきまして、じゃあこの自由トレーニング消したいっていうことであれば、タップしていただきますと、このゴミ箱マークがありますので、こちらを押します。これで今消えましたね。同じようにね、この囲われている部分がそのまま使うのか消すのかってことになりますので、いらなければゴミ箱マークっていうことになりますね。で、私はね、ウォーキング使いますので、このまま0点で OK となりまして、サイドボタンで決定という形になります。この繰り返しでね、いるものといらないもの、そして順番の入れ替えっていうのができますので、調整をされてみてください。そうしますと、サイドボタンね、先ほどご紹介したように、長押しして運動を簡単に呼び出しができるので、すぐによく使う機能にアクセスすることができるようになります。もちろんワークアウトにすぐにアクセスする方法というのはたくさんありまして、サイドボタンを押して、ここに出てくる運動を選ぶっていう点もありますけど、やはりね、物理ボタン一発でここに飛べるっていうのはすごくいいなと思いますので、ぜひね、やってみていただければと思います。というわけで、この後にアプリを使ったおすすめ設定をご紹介したいと思います。ウォッチ本体で作業するよりも、アプリを使った方がね、早いっていう場合もありますので、今回は主にアプリを使って、その他の部分をご紹介したいと思います。では後半はアプリを使ったおすすめ設定をご紹介いたします。まず最初にやっていただきたいのが、このスマートウォッチの設定の中にあります。
この中のウィジェットを編集するっていうのがあるんですね。さっきご紹介した側面のボタン長押しっていうのをここからも変更ができますので、もしかしたらこっちの方がね、早いかもしれませんね。ということで今はウィジェットの編集のところをご紹介したいと思います。ウィジェット編集ってありますが、そもそもウィジェットって何なのかっていうことになりますが、ホーム画面今出ていますが、ここの左右に割り振ったものになりますね。はい。そして、ホームに戻ってきました。この画面のものになります。この並びで今、睡眠が一番上に来ていますので、ホームの右側の部分が睡眠。そして2番目に心拍数。そして3番目に血中酸素。4番目にミュージックとありますが、音楽再生コントロールですね。そして次のページは、これはね、変更できませんが、ショートカットと言われる画面になっていますので、これは後ほどご紹介したいと思います。では、このホームのすぐ右側にあります睡眠と今なっていますが、運動の記録に変更したいなということであれば、このまんま上に持ってきていただいて離します。そして保存を押しますと読み込まれて、ホームのすぐ右側に前回のワークアウトがすぐに表示される仕組みになっています。この形でですね、欲しいものをどんどん上に持ってきたり、もしくは順番をこうやってね、心拍数と血中酸素を入れ替えたりとかね、もしくはこれいらないよってことであれば、マイナスボタンを押していただければ保存で先ほどのここに設定したものが反映される形になってきます。ですので、ホームに対しましてすぐにね、このように左右の部分っていうのはよく使うところになるので、やっぱりあらかじめよく使う項目を表示させておくといいんじゃないかなと思います。そしてこの並びでですね、コントロールセンターを編集っていうのがありますので、ここもご紹介したいと思います。これ何なのかっていうと、ホーム画面の上から下にスワイプしますと、このようにコントロールセンターが出てきます。ここに1番目に6つ、2枚目にも6つ表示させることができて、全部で12個の項目を表示させることができます。私の場合は今全部で1枚目に6個、2枚目に3つですね、表示させていますので、全部で9種類の項目を表示させています。ですので、あとね、3つ追加することができるので、ここね、部分ありますが、あえて表示させない仕組みになっています。欲しい場合は、このようにプラスマークですね。タップしていただければ全部の項目を表示させることができますが、さらにこの順番を変えたいなということであれば、このコントロールセンターのところの、例えば1枚目の右下に設定を持ってきているんですね。ここの部分ですね。これ上から6つ目になるんですけど、ちょうどここ右下の部分に来ますので、やっぱりここに触りやすいっていうのがあって、ここに持ってきています。6つ目っていうのがポイントですね。そしてそのすぐ隣に明るさ調整持ってきています。さらに順番をこういった風に入れ替えることができますので、自分の使いやすいようにカスタマイズされていただければと思います。では次の項目になりますが、それはアプリ一覧の管理というものになります。ここ見ていただきますと、やっぱり設定を一番上に持ってきていまして、2番目にやはりよく使うカウントダウンとあって、ここタイマーのことなんですね。またね、ここにも運動とありますが、ワークアウトを持ってきています。この並び方を自分で調整することができるわけですが、これはサイドボタン1回押した時に表示されるものになっています。設定、カウントダウン、運動というふうに並んでいますね。これをね、ちょっとわかりやすいように運動をカウントダウンの上に持っていきたいと思います。ここを見ていただきますと、保存。入れ替わりましたね。運動とカウントダウンという風になりました。ですので、先ほどからご紹介していますように、いるものといらないものをここから選んでいただいて、いらないものは非表示の方にこのように放り込んでいただくという感じになりますし、欲しい場合はプラスでまたこちらのね、一覧の方に持ってくるってこともできますし、順番の入れ替えと追加と削除やっていただければと思います。では次にご紹介しますのも、やっぱりね、ここですね、ショートカットカードと言われているものになりまして、この並び方、Amazon の音声アシスタント、カウントダウン、ストップウォッチ、アラームというふうに、もうね、カスタマイズしてあります。これはホーム画面の左側の先ほどご紹介したこの部分になりますね。ここの部分にしか表示できないものもありまして、それはこの Amazon の音声アシスタントになっています。さらにカウントダウン、ストップウォッチとありますが、これもやっぱりよく使うところになるので、ここに持ってきていて、1分測りたいなっていう時はね、こういう風にして、ウィジェット的に使うことができるのが非常に便利ですね。ストップウォッチもこの部分で確認することができるようになりますので、これもほぼほぼウィジェットじゃないかなっていう感じはします。これもやはり先ほどと同じように入れ替えですね。そしていらないものはこのように持ってくるということもできます。で、さらにたくさんの機能をここに貼り付けることもできますが、あんまり貼り付けますとね、動作感にちょっと影響もありますので、私はよく使う最小限のものにしてあります。ということで今ご紹介したショートカットカードも含めまして、本
当にね、たくさんの部分カスタマイズができるので、どこにどの機能を割り振っていいかわからないっていう方も本当に私を含めまして皆さん思うんじゃないかなと思いますが、これがね、逆に言えば Amazfit のカスタマイズ性の高い部分になりますので、少しずつね、ちょっとやっていただければなと思います。では次の項目になりますが、それはダイヤルショップ、いわゆる文字盤の部分になります。ちょっとまずこちらからご覧いただければと思いますが、ランキングが今出ていますね。人気があるものが表示されていますし、さらにいろんな種類の文字盤がこのように入っています。この中で今私が設定していますのは、このフォトウォッチフェイスっていうのがありまして、これは自分の好きな写真をこの文字盤に持ってくることができるものになります。今表示していますのは、もともと入っていたね、標準のものになりますけども、まずタップしていただいて、自分の好きな写真をこのダイヤルの背景を変更というところから選んできます。上の写真はカメラを起動させます。下の写真は写真フォルダから選ぶという形になります。今回はちょっと写真を撮って設定してみたいと思います。特にね、今デザイン性とか何も考えずにやってみたいと思いますが、写真を撮って文字盤にしてみたいと思います。1円玉を写真撮ってレ点を押します。そうしますとね、この中でどういうデザインがいいですかっていう感じになりますね。じゃあ大きく拡大してみたいと思います。これで良ければ選択を押していただくと、こんな感じでいいですかっていうのが出てきましたね。例えば時計のフォントの部分ですね、日付とか歩数の部分、これをオレンジにしたり、そしてこのスタイルっていうのもありますが、時計とか日付の位置をね、調整することができます。フォントは白にした上で同期をかけます。こちらもご覧いただければと思いますけども。こんな風にしてね、文字盤に好きな写真を貼り付けることができます。あくまでも一例ですけどもね、こんな風にして自分の好きな写真を文字盤に変更できますよということになります。写真フォルダの中にあるものから選ぶっていうこともできますし、先ほどやったようにすぐね、カメラで撮ったものを反映させるってこともできますのでね、ぜひお時間ある時にやってみてください。ではこの流れでもう一つだけご紹介したいと思います。文字盤をこのようにタップして長押しをしていただきますと、鉛筆マークのようなものが下に出てくるものがあります。これ出てこないものは今回ねちょっと該当しないんですけど、出てきたものに対しましてはある程度文字盤の部分のフォントの部分ですね、歩数の部分とかカスタマイズできるようになっていますので、ちょっとねやってみたいと思います。これも出ていますのでやってみますね。青い部分で囲われたところが変更できますよと、カスタマイズできますよっていうことですね。で今バッテリーの表示になっていますが、こうタップしますと、例えば消費カロリーや心拍数や歩数に変更できますよと出ていますので、じゃあ今回ね心拍数に変更してみたいと思います。これで良ければサイドボタンで決定しますと、このようにね心拍数の表示に変更されました。こんな風にして文字盤によってね変えられるところっていうのは違っているんですけども、このあたりも探っていただければなと思います。というわけで今回 Amazfit VIP5 のおすすめ設定ということでご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。あまりにも多くのカスタマイズができるのでちょっと頭パニックっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、私自身も今説明していて混乱する部分はあるんですけども、とにかくちょっとずつね自分の使いやすいようにカスタマイズできますので、一度にいろいろやってしまうと分かんなくなってしまうかと思いますので、今週はここの部分とか来週は他の部分やってみようっていうこと、そんな感じでカスタマイズしていただければと思います。そうしますとね、大体この機能はよく使うんだとか、ここは使わないんだっていうのが分かってくると思いますので、そこの辺は探りながらいろいろ触っていただければと思います。というわけでこの動画が参考になれば幸いです。この動画良かったよってことであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。